はい、石川正義です。今回はですね、ピスタチオ風味のバターサンドを作っていこうかと思うんですけども、生地はね、もうどこかで見たことがあるクッキーを使って少しね、簡単に作っていこうかなと思います。では中に挟むピスタチオ風味のバタークリームを作っていくんですけども、材料がこちらですね。バタークリームは卵にどうやって火を通すかによって作り方がいくつかあるんですけども、今回卵黄の方は牛乳、卵黄、グラニュー糖でカスタードソースを作っていきます。卵白はグラニュー糖、水、卵白でイタリアンメレンゲを作っていきます。で、そのカスタードソースとイタリアンメレンゲを合わせたところにバターを加えてバタークリームにしていきます。で、ピスタチオ風味をつけるためのピスタチオのペーストと周りに後でつけるためのピスタチオのみじん切りアッシェですね。これが材料になっていきます。では卵黄の方のカスタードソース、アングレーズソースを作っていきます。まずは卵黄をそれだけで混ぜて均一にしたところに砂糖を加えてすぐに混ぜていきます。ここですぐに手を止めてしまうと卵黄のダマができてしまうので、しばらく混ぜ続けてから牛乳を2回に分けて伸ばしていきます。で、液体が混ざったら鍋に移してそれを炊いていきます。で、炊く時に近くにはアルコールで殺菌しておいたボウルと網を準備しておいて、それが炊けたらすぐにこせるようにしておきます。ではもう弱火でいいかなと思います。で、この液体の中で卵黄の比率が大きいので、特にね、強い火で炊いてしまうと卵黄がすぐに煮えてしまってザラザラになっていってしまいます。では弱火で炊いていくんですけども、それで炊いていくと細かい気泡が表面に浮いているんですけども、それがだんだんと消えて鍋底に当たっている液体が固まってきます。その固まったつぶつぶが少し液体の中にいる状態になって、全体的にとろみがついたところで火を止めてすぐに網でこしていきます。ではそれをこしたら余熱で火が入っていくのを止めるために水を張ったボウルにボウルごとつけて粗熱を取っておきます。では次は卵白をイタリアンメレンゲにしていきます。鍋に水と砂糖を入れて加熱していきます。この時の火はこの量でしたら弱めの中火でいいかなと思います。シロップ全体が沸騰してきたら卵白を泡立て始めていきます。で、シロップが沸騰してすぐは気泡の出方が早いんですけども、少しねそのまま煮詰めていくと気泡の出方が少しゆっくりになって気泡の膜に少し厚みを感じるくらいになっていきます。これくらいになったら卵白もある程度泡立っていますので、そこにシロップを垂らしながら攪拌して混ぜていきます。で、この煮詰まったシロップはボウルの中に入ってもシロップだけでいるとそれだけで固まってしまうので、
ボウルの底にたまらないようにミキサーを少しボウルの底に当てながら攪拌するぐらいでいいかなと思います。シロップがメレンゲの中に混ざり込んだら、そのシロップの熱で卵白に火を通していくので、そのまま粗熱が取れるまで攪拌し続けていきます。それで粗熱が取れたらイタリアンメレンゲの完成なので、そこに先ほどのカスタードソースを加えて軽く混ぜていきます。なんとなくでいいので混ざったら、そこに常温に置いて柔らかくしておいたバターを2回程度に分けて加えていきます。バターが合わさっていくとプリッとした状態になっていきますので、溶け残ったバターがないようにしばらくね、全体を混ぜていきます。この時にバターが少し冷たくてバターの塊がなくなっていかないようでしたら、ボウルを少し湯煎につけて全体の温度を上げてバターをクリームに混ぜ込んでいきます。ではバターの塊がなくなって全体が均一の状態になったら、それでバタークリームの出来上がりなので、ここに今回はピスタチオのペーストを加えてピスタチオ風味にしていきます。これでピスタチオのバタークリーム自体は完成で、これを生地に絞っていくんですけども、このままだとクリームに空気があんまり入っていなくて口どけが悪いんですよね。少し重く感じてしまうので、それを少し攪拌してふわっと空気を含ませていきます。この時にもクリームが冷えていない状態で常温よりも高い温度にしておかないと空気を含んでくれないので、クリームの温度はね、管理が必要になってきます。こんな感じで少しふわっとしたら、これを絞り袋に入れてサンドしていきます。今回はね、もうよく見ると思うんですけども、某森永さんの名作ムーンライトを使っていきます。今回全く案件とかじゃないんですけども、もう本当に名作と思ってて、もう本当に定期的に食べたくなるお菓子ですよね。で、これを鉄板に広げてクリームをたっぷり絞っていきます。でクリームを絞ったら、その上にもう1枚クッキーを重ねて、でクリームが見えるところにピスタチオのアッシェみじん切りをつけていきます。このピスタチオはオーブンで色づかない程度に100度で数分程度乾かして食感を良くした上でつけていきます。では全部できたら冷蔵庫で30分程度冷やしてバタークリームを固めたら完成ですね。はい、ではいただきます。ちょっと切ってみましょうかね。こんな感じですね。いいですね。
今回ねこの生地で使っているムーンライトのビスケットはよくね皆さんもご存知の通り素朴でとても美味しいんですけども、それにピスタチオのリッチなクリームを合わせることで1ランク2ランク上がる感じですよね。これだけでも結構リッチで美味しいんですけども、よりね味を複雑にして豊かな味にしたいなら、例えばキルシュを加えてスッキリさせるとか、オレンジとかレモンのピールを加えて爽やかさを加えたり、アレンジをねしていただいてもいいのかなと思います。はい、ごちそうさまでした。今回は市販のクッキーを使ってバターサンドを作っていきましたけども、市販のクッキーだけではね味わえないリッチさをね味わえますので、ぜひ作ってみてください。イアンさん、チエピーさん、メンバーにご加入いただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。Welcome to my family。 ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。